お盆だから時間あるだろ？付き合えよ、というわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回は、このチャンネルくらいしかやらない。KZ と CCA の 1BA1 ダイナミックドライバ構成のイヤホンを、発売順に振り返って、その進化を振り返ってみよう。ここら辺でやらないと収集がつかなくなりそうだったから。なんで 1BA1 ダイナミックドライバー？と思ったかもしれない。実は、このチャンネル、KZ の 1BA1 ダイナミックドライバー、ZST を購入したところから始まってるんだ。ZST より前にも、センファー UE や、Xiaomi Piston HD といった、いくつかハイブリッドは登場していたんだけど、現在の、10mm のダイナミックドライバに、中国製の高音量 BA ドライバを組み合わせる、という、スタイルの基本になったのは、間違いなくこの ZST。ある意味、2020年くらいまでの中華低価格イヤホン市場の流れを作ったと言っても過言ではない。そんなベーシックなイヤホンから、最新のスイッチ付きイヤホンクリラまで、KZ のイヤホンの進化がわかりやすい、最も基本的なモデルが、1BA1 ダイナミックドライバというイヤホンなんだよな。というわけで、今から動画時間がどれくらいになるか、すごくビクビクしてるけど、KZ は製品開発や構成の流れを楽しむメーカー。発売順に追いかけることで、どのモデルが好きか、どう変化を遂げてきたのかの変遷を、なんとなく流れで理解すると、もっと楽しくなるぞ。さて、まずは、一番基本的なところから、1BA1 ダイナミックドライバイヤホンの良さと、デメリットについて。中国製の 1BA1 ダイナミックドライバイヤホンは、もともと、超高級モデルだった、この構成のイヤホンを、一気に低価格化し、そんなに本腰入れずにゆるーく楽しむイヤホンとして定着させた、重要な変化をもたらしたジャンルだ。基本的には、3万95という型番の BA や、その派生の近しい BA ドライバが使われていて、これは超高音域の明瞭さに影響する。中国系のイヤホンは、国内より大きな低音ドライバを使うことが多いんだけど、これは、より低音を得意にする代わりに、高音域まで完璧にこなすものにするには、コストや技術が必要なことが多いっぽい。じゃあ、苦手なそこだけ得意なやつに外注したろ。そんな魂胆で生まれたのが、BA というドライバと、ダイナミックドライバというドライバを混載した、ハイブリッドというジャンルだ。そのため、同価格帯のイヤホンと比べて、明らかに高低のサウンドにメリハリがあり、指名して購入するイヤホンの第一歩に、明らかに違いを感じられるサウンドを持つイヤホンとして、一番おすすめのジャンルだな。その中でも、KZ は、特に高低音のメリハリが強く、また、分離感を前面に押し出したモデルが多いから、同じ価格でも、イヤホンをきちんと選んで購入すると、こんなに明確な違いがあるのか、という第一歩を踏み出すのに、最適な、わかりやすいイヤホンになっている。それから、このグループより上位の、しこたま BA を積んだ、超マルチドライバなジャンルのイヤホンもあるんだけど、部品点数が増えて、もちろん値段が上がること。また、1BA1 ダイナミックドライバには、シンプルゆえに、全体のメロディのうち、引き込みたい部分を明確に描き出す、という、わかりやすく楽しい、というメリットもある。各世代の紹介をするには、1BA1 ダイナミックドライバはすごくわかりやすいんだよな。そんなわけで、今回は、KZ と CCA、ついでに低価格ブランドの低価格ブランドとかいう、地獄の釜の底が抜けたような低価格ブランド、G、K から、現在過去、発売された、すべての 1BA1 ダイナミックドライバイヤホンをこれからすべて紹介してく。前置きだけで3分30秒使ってるぞ。覚悟しとけよ。一番最初に紹介するのは、もちろん KZ 製イヤホンの中で、一番最初にハイブリッド化された、KZZST だ。このイヤホンが KZ 系イヤホンの基本中の基本となるな。後のフォーマットを決定する、耳掛け型のシェル、BA はノズルない、そのすぐ後ろ 20mm のダイナミックドライバーを搭載、というスタイルは、多くの後継モデルに引き継がれた。実はこの ZST、決して評判は良くなかった。初期に製造されたモデルは、ラインのおばちゃん軍団の不慣れゆえか、不具合がべらぼうに多く、BA かダイナミックドライバのどっちかが鳴ってないパターンが異様に多かった。また、現在まで使われる源流となった、10mm ダイナミックドライバなんだけど、初期のモデルはこちらも出来が悪く、高音域が聞こえず、低音域がブーミーな、いかにも低品質な感じだったんだよな。パープルとシアンの組み合わせの色合いも、実は TFZ という中華ブランドから引っ張ってきたデザインだったりと、突っ込みどころはいくらでもある。が、このパープルとシアンのカラーのモデルは後発で、このカラーが出た頃から品質が改善。さらに、後発モデルが発売される中、しれっと後発モデルのアップグレードを取り込んでたり、余った部品が組み合わされたりで、ZST は KZ の中でも最も奥深いイヤホンの一つとなっているぞ。闇深いの間違いじゃないかな？基
基本的に、カリカリの高音域と、厚みのある低音域、空間は、BA ドライバのおかげで抜けがよく感じられ、正しくドンシャリの王道のようなイヤホンだ。今購入すると、しっかり品質が向上しているので、KZ 系イヤホンの基本といえるサウンドが楽しめる。ケーブルなども、現行水準のものに改められているので、中華ハイブリッドの基準点として、現在確認しても全く損のないイヤホンだ。でも、現在では、記念モデルである後継機種が登場しているので、最初に購入するなら、そちらをおすすめするぞ。続いて登場したのが、KZES3。当時としては、ZST のシェル違いにして、問題点を改善した、品質改善版の印象。現在は、生産が終了して、ZST と一本化された。ドライバの世代とかは変わっていないんだけど、品質改善により、ただただ金属質な高音とブーミーな低音をがむしゃらにぶつけてきていた ZST から、大幅に全体のディティールが改善したぞ。この改善は、後々まで生き残った ZST にも反映されたので、後期の ZST と比較すると、今ではほぼ同じになっている。とはいえ、当時の劇的に改善されたサウンドから、今でも ES3 の方を愛用している人は多いし、ついでに、ES3 は装着感も当時ものの ZST よりも良いという人が多い。現在の KZ では改善されているんだけど、一番最初に発売された KZZST は、実は平均的な耳よりも、ノズルが短くて、装着感が浅くなっちゃう人が一定数出たんだ。そういった人の救済、という意味合いもあったのかもしれない。改良版だった ES3 が ZST より早く終了したのは、おそらく単純にあちらの方が知名度があったからだろう。ZST と ES3 の時期のドライバを指して、10mm ダイナミックドライバの第一世代と指す場合がある。この後から、10mm ダイナミックドライバはなんだかやたらと進化していくことになるんだ。この後登場したのが、KZZSN。当時、明らかに流れが変わったのを覚えてる。ZST と ES3 は、シェルが全てプラ製だったんだけど、ZSN は高級感のある金属製のフェイスプレートと、それからノズルが金属製になり、明らかに価格以上の印象を与えられる仕様になった。さらに、技術的にも面白い試みをしていて、現在に至るまで、KZ のイヤホンの振動板は、プラスチックやスーパープラスチックと呼ばれる、樹脂振動板タイプ。KZ としてはキレなどの表現は BA に全部任せるから、振動板の素材はスタンダードでよろし、ということなんだろう。が、ZSN には実験的要素があって、それらの振動板にチタンコートが施されている。KZ が普段と違う振動板を採用したのは、この ZSN と、ほぼ同時期に発売されたもう一機種だけだ。チタンコートは、国産イヤホンでも定番の振動板で、低音側がうまく制動されるけど、ボリュームは減らない。中高音域もうまく制動され、より自然な音になるものが多い。実際、ZSN は、明らかに以前のモデルより一段高まった性能を持っており、外観の安定感もあって、現在でもデザインにその流れを組んだ KZ 製品が発売されることは多いな。ただし、このデザイン、タオバオで先に発売された類似商品を見たこともあるので、品質が上がっても中華。という印象は残ったわけなんだが、最近は独自デザインで頑張ってて偉い。マイルドな KZ のハイブリッドを探していると、今でも時折名前の出てくる名作だ。ZSN とほぼ同時期に登場したのが、ES4。こちらは回路基板を前面に押し出したデザインで、同時期に発売された ZS10 と同じデザインのベースを持っている。ZSN と同時期に発売された ES4 は、グラフェン振動板を採用してるはずなんだけど、ごく初期の売り文句以外では見かけなくなった。が、実際に聞いてみると、それ以前のモデルより明らかに高中音域が明瞭で、さらに低音域も引き締まりが良い。そのため、ここまでで紹介してきた中で最も空間が広く感じられて面白い一台でもある。個人的に今でも愛用するくらいのお気に入り。また、この後から、KZ 製のイヤホンは、どれもこれもとある構造を採用したことによって、低音番長になっていくので、そういう意味でも ES4 は貴重な存在だ。ただ、どうやら最近ちょっとウォーム気味にリニューアル、というか、こっそり仕様変更したっぽいので、今から買うとちょっと思ってたのと違うかもしれないな。本当に使われてたんだろうか、グラフェン。彗星のごとく登場して、彗星のごとく去っていったのが、ここまでダイナミックドライバ 10mm が安牌になっていた KZ に、ZST 以前の KZ が採用していた小型ドライバを組み合わせた、KZ-ED15 だ。ED シリーズは ZST 以前に KZ が大量に発売していた主力ラインなんだけど、リケーブルできないから ED の名前また使ったろ、ということらしい。亜鉛合金製の重い弾丸状ボディなど、かなり異彩を放つ構成。さらに、メリハリのある、高低音域がえらく強調されたバランスで、今聴いても楽しいイヤホンだ。
わかりやすいドンシャリサウンドで、時折聞きたくなるものの、ボディが重くて長いので、突然スポッと耳から抜けたりもする。そういうところのせいなのか、非常に短い販売期間で生産を終了してしまった。今でも持ってる人は自慢していいぞ。この時期の KZ は、乱造状態と言ってよかった。週間でイヤホンが出ているような感覚で、そんな中で登場したのが、KZZSA だ。こちらは 8mm のダイナミックドライバに、アルミ製のシェル、そして、思ったより小型で、背面開放が強いと、かなり癖の強いモデルになっている。ZSA は金属音が特別に強く、刺激的な音が苦手な人にはおすすめしづらい。これに近い構成の KZZS6 も、初期生産分はかなりの高音モンスターだったんだけど、手元のものはそれに近いバランスだった。ただ、刺さりかねない高音域は、それだけキラキラしたサウンドで、かつ空間もより広く硬質に感じられることから、愛用者も多い印象だったな。初期中華イヤホンのギラギラした高音域が忘れられない人は、今からでも遅くないので、触ってみるのもありかもしれない。もう新品はないが。ここまでのイヤホンは、大量に販売された試作機っぽいモデルたちが続いていたので、次に登場した KZZSN Pro も、そんなイヤホンたちの一つかと思っていた。より立体的になったフェイスプレートを持つ、ZSN といった印象なんだけど、このモデルは、その後の KZ の低音路線を作ったと言ってもいいと思う。今でもよく聞く KZ5、20磁気回路を初めてアピールしたイヤホンだ。これは、磁石を引っ張る回路を20にしたらつよつよなんじゃねという、パワー系路線で生まれた、というか、先にイヤホンとして完成させた TFZ 系から輸入された技術で、ここから、KZ 系のイヤホンは、特にサブベースの表現力で、そうでないイヤホンと大きな差を生むんだ。というか、この後20磁気ダイナミックドライバーは低価格界隈の標準になったので、その講師となった ZSN Pro は本当に印象深い。装着感も ZST 系のものを引き継いだ標準的なもので、2023年の現在でも十分に一線級で戦える、本当に完成した一台だ。とにかく重い低音と、しっかり響く金属音。今でも、イヤホンに期待値通りの重低音を期待する人には、ZSN Pro は真っ先に名前の上がるイヤホンの一つだぞ。最近は、改良バージョンの ZSN Pro X が出てるので、そっちがおすすめだけどな。このタイミングで、KZ のサブブランド、CCA が顔を出す。CCA-C4 は、KZ の模索の中で生まれたモデルと言っていい。他の樹脂製モデルと同様の構成なんだけど、実はダイナミックドライバが、10mm ではなく 8mm。音色としてはかなり高音が刺激的で、より雑に暴れる楽しい ES4 といった感じ。ES4 ばかり使うもんだから人に譲ったんだけど、現在では購入できなくなっていて、KZ のハイブリッドイヤホンで唯一持ってない機種になってしまった。とはいえ、現在から購入するんだったら、TRN の ST1 Pro や STM などの後発品の方が優秀だったり、キンキンに鋭い高音を求めるなら、ZSA があったりする。デザインは良いので、コレクション目的になるかもしれないな。続けて登場したのが、CCA-CA4。こちらは、マイルドになった ES4 といった感じ。20磁気ならではの重低音は、確かに脳に素早く届くんだけど、それがいらない、という人もいるはず。一度基本に立ち返ったような出来の良さで、渋いイヤホンだったんだけど、CCA でバランスの良いイヤホンというと、5ドライバの C10 が有名だったためか、こっちはいまいち知名度が高くない気がする。しかし、2ドライバハイブリッドならではの聞きやすさや、落ち着いたデザインなど、今見てもしっかり評価できるイヤホンだ。空間は若干狭めなものの、それでもちゃんと密室の中の空気感を感じられるので、ふと見つけたら、掴んでみてもいいかもしれないな。ここからしばらく、KZ は無線イヤホンに注力し始める。この時期の動画を見返すと、KZ のサイドおすすめとかをやってたみたいだな。今回もまたこすり直ししてるんだから、本当に我ながらよく飽きないと思うよ。そんなこんなで、一年ほどの空白期間を経て、久しぶりに登場したのが、KZZSTX だ。初代 ZSTX のハウジングを採用しつつ、ケーブルを銀メッキにアップグレード。さらに、内蔵されているドライバーも、新世代のものになり、ZSTX のメリハリに加え、圧倒的空間表現、楽しい KZ バランス、そして、中低音域の分離感を獲得した、2020年代の KZ の基準機と言っていいモデルになっているな。末尾に X がついたアップグレード版はこの ZSTX が最も有能なんだけど、有能すぎて発売から2年経ってもまだバズることがある。楽しい、安い、知らない音。この動画で初めての KZ に悩んでいる人は、間違いなくこいつからだろう。ZSTX に採用されているダイナミックドライバは、ずっと 1BA1 ダイナミックドライバで採用が望まれていたタイプだった、というのも大きい。
ここまで多くの 1BAH ダイナミックドライバが発売されたが、それらを背負って立つ、初代のリファイン、というのもエモかった。このチャンネルの価値概念は ZSTX 何個分か、で判断されるくらいに、今ではこのイヤホンが基準だな。おすすめだ。で、その ZSTX とほぼ同時に、ZSN Pro X が発表された。こちらは ZSN Pro のアッパーバージョンで、より相性の良い銀メッキ線と精度が向上したことが謳われている。やっぱ ZSN Pro X も売れたんだな。ZSN Pro は非常に優秀だったけど、やっぱり初期のモデルには、低価格品ゆえの荒さがあった。その荒さが、一年の空白によって完全に取り除かれたのが、ZSN Pro X だ。こちらは ZSTX と人気を二分する、KZK ハイブリッドの定番機で、開放感のある表現ができる、ZSTX に比べて、ZSN Pro X は密室に閉じ込めて大音量のサブベースを聴かせるような、とにかく力強いイヤホンになっている。現在でも、力強い KZ ハイブリッドというと、ここから入ることをお勧めするな。また、20磁気ダイナミックドライバ系の特徴なんだけど、ベースは意外にあっさりしていて、サブベースだけドッカン響いてくるものも多い。多くの電子音楽では有利に働く印象で、低音にキレがあるのに深みがある、と感じられるな。ただし、サブベースではなく、ベース帯を活用する音楽の場合、結構印象が変わるから注意が必要だ。ZSN Pro X の低音が物足りない人は、サブベースではなく、ベース帯を重視しているタイプの低音マニアなことが多いな。ZSN Pro X でしっかり定番を再定義した後、KZ は面白いものをつかみ出した。現在でも、EST なのか MST なのか、よくわかんないままになっている。丸型 EST ドライバーを搭載した、KZZEX と CCANRA だ。形状は異なるけど、両者は同じドライバーを搭載していて音も非常に近いので、同じものとして扱うぞ。ZEX の高音域は、従来の BA を採用したものよりも、金属質な印象が和らいでいて、それでいて粒だった高音域を味わうことができる。かなり斬新な機種だったんだけど、ドライバの中身に対する議論や、日本ではちょっと色々あって、なぜか900円で買えてしまうというフィーバータイムが発生したイヤホンでもあった。音色は本当に面白い。EST 由来の粒だった高音域に加え、低音域側も、実はこの NRA と ZEX の方が、低音が強く感じる人がいる。理由はドライバの背面に富士山状のカバーがついていることで、ここでより低音が反響し、広く、満ち足りた低音の空間表現をもたらすんだ。このタイプのドライバは、DQ6 などにも採用されているけど、よりハキハキとした高音域が欲しいなら、NRA か ZEX がおすすめだぞ。新ドライバと新ドライバの組み合わせで、今でも他のものと異なるサウンドを楽しむことができる。お値打ちで発見できたら幸せだ。確保しておくことをおすすめするぞ。ちなみに、ZEX が大型でしっかりホールドするデザイン、NRA が程よいサイズとホールドの ZST 型のハウジングだ。そんな ZEX や NRA では高音域のパワーが足りない？よろしい、やべえのがあります。CCA-CSN は、NRA の強烈なダイナミックドライバーに、従来の BA を組み合わせたタイプ、はっちゃける低音に対応して高音もはっちゃけさせた結果、とんでもないパワー系イヤホンに仕上がっている。ぶっちゃけこれが流行らなかったのが納得できないレベル。アホみたいな強さ。高音はとにかく強烈で、低音もやたらめったら空間に響き渡る。それでいて、この時期の KZ らしく、初期の中華ハイブリッドに比べれば、中音域もきちんと人権がある。ただ、問題は 1BAH ダイナミックドライバなのにとにかくでかいこと、厚みのあるドライバを格納するために必要だったのか、8ドライバのイヤホンよりでかかったりする。それでも、いつ聞いてもこのパワーは健在なので、雑に楽しいイヤホンを探している人には、今でも検討の対象だと思うな。今まで紹介してきたイヤホンは、7810mm くらいのダイナミックドライバーを採用していたタイプだったんだけど、KZ は実験的に、12mm のダイナミックドライバーを投入し始めた。これは、振動板の薄さをより安価に実現できるようになったことも大きかったみたい。KZZES はこの 12mm のお披露目モデルとして登場した。ただ、バランスなんかは未完成。ZE の型番で想像がついている人もいるかもしれないけど、ZES は先ほど紹介した ZEX や CCANRA と同じ EST を搭載したモデルだ。ただ、現実としてはかなり 12mm ダイナミックドライバーにバランスを引っ張られていて、高音が今まで紹介したモデルの中でも特にウォームで、KZK らしからぬバランスになっている。今から積極的に購入をおすすめはしないモデルかな？でも、外観にも新技術が使われていて、非常に洗練された見た目になっているのも特徴だ。ウォームでもいいなら、掴む価値もあるかもしれない。
12mm ダイナミックドライバを使ったイヤホンは、ZES の後に、1ダイナミックドライバの ESX、そして、この ZNA が発売された。個人的に言うならば、この ZNA が、KZ 系の 12mm ダイナミックドライバイヤホンの完成形だ。ZNA では、12mm ダイナミックドライバの低音域、そして、余裕のあるパワーだからできる抜けの良さ、加えて、ハイブリッドらしい気持ち良さと、ZS トクスに近いバランスでありながら、より大きなドライバーを使うことのメリットを教えてくれる、最高に楽しい一台だ。現在、このイヤホンを含めて、ZS トクス、ZSN Pro X と合わせて、個人的に KZ でおすすめするスターター参戦といった感じ、12mm ダイナミックドライバらしい、空気感とも言うべき表現力を、ぜひ、経験してみてほしいな。より高価な 12mm ダイナミックドライバのイヤホンを購入するかどうかも、響き方を体験することによって参考にできると思うぞ。というわけで、10mm のダイナミックドライバに 1BA という基本構成。ここまでに、とりあえず最初は振動板をでかくして、中高音域の明瞭感を求めて、より低音を求めて、今度は低音が強すぎるので抜けを求めて、その後振動板を薄くしてみたり、最後にはやっぱり振動板もっとでかい方が強いんじゃねという、旧友城西後もびっくりな違法建築アップデートを重ねまくった KZ。2023年のブームは、スイッチ付き。なので、最後に、スイッチ付きのイヤホンを紹介してお別れしよう。KZ クリラは、ここまでの技術をすべて投入し、加えて、スイッチ構造を追加した、新しい KZ のスタンダードだ。従来モデルよりもより洗練されたサウンドバランスと、従来モデルの装着感を保ちつつ、低音を1度ブずつ調整できる、細かな調整が可能なスイッチと、それから、高音域も増減を大きく変化させられるスイッチを搭載したことによって、さらに、多くの人が好むバランスを提供できるようになったぞ。一方で、しっかりと洗練されているので、それぞれのモデルの特化部分は、クリラでは得ることができない、きちんとしたバランスのイヤホンになったからな。ただ、ハイブリッドの良さ、というものを、最初の ZST よろしく、今年の水準で再確認させてくれるイヤホンだ。メリハリのあるバランス。つまり KZ が目指しているバランスが好みならば、クリラは間違いなく、今までのモデルをしっかりと引き継げる一本だ。大体の KZ フリークは、ちょっと崩れてるくらいのバランスに定着するので、すごくいい子なのに、ZS トクスほど話題になってない感はある。確かに良いイヤホンなので、ここまでの KZ イヤホンを触ったことがある人は、ぜひとも一度、クリラに触ってみてほしい。ちゃんとおすすめだぞ。というわけで、ここまで本当に様々なイヤホンを紹介してきた。ほんの10年も経っていない間に、1BA1 ダイナミックドライバに限定しただけでも、これだけの数のイヤホンが登場している。K からは ZST の廉価版である GKGST が登場しているが、こちらは基本的に ZST に近く、BA のキレがせんすぎる、ちょっと古い中華イヤホン、といった塩梅の仕上がりだった。素直に ZST 買おう。ヤマダ電機で購入できる KZ 入門モデルとも言えるイヤホン、サウンドグード SE1 は、GKGST に近い音、実店舗で買いたいのでないなら、Amazon で ZSTX を買うのがおすすめだぞ。というわけで、ずらーっと KZ 系の 1BA1 ダイナミックドライバーを紹介してきた。こんなに条件を絞っても、これだけそれぞれに性格の違いがあって、おまけに奥深い、個人的にこの中で特にお気に入りなのは、KZZNA、KZZS トクス、KZZSN Pro X と、それから、KZES4 初期モデルだな。現在は入手できないものもいくつか紹介したんだけど、それだけ、この数年間にイヤホンが色々な道筋をたどったことを感じてみてほしい。君はどれが好き？もしくは君はどれが欲しい？ Amazon のページでも見ながら、のんびりもう一回見直してみてくれ。といったところで今回はここまで、久しぶりの長尺動画めっちゃ疲れた。